こんばんは、ボスケです。今回はね、天体写真関係のマニアックな情報をね、お届けしたいと思います。よろしくお願いします。実はね、皆さんお気づきかもしれないですがね、私ね、じわじわとこの辺りのね、ポタ石関係の機材をね、揃えつつありまして、まずはね、ポラリエ U 買いましたよね。それであちらの小型の望遠鏡 FMA180 買いましたよね。フルサイズカメラ買ったり、冷却 CMOS カメラ買ったりしました。でね、その次はね、いよいよね、ポタ石にしてはちょっと重い機材になるので、ポタ石周りのね、強化をしたいと思ってまして、それで先日紹介させていただいた極軸微動雲台 DX、これをつけましたね。では今回は、ここにつけるね、パーツをね、紹介したいと思います。そのパーツはね、この中に入っていますので、今から開封したいと思います。これはね、実はね、ビクセンがね、公に出しているものではなくって、テレスコ工房というね、サードパーティーの、なんて言ったらいいんでしょうね。メーカーというよりかは、個人でされている感じでしょうかね。そこから購入したものです。はい。もうね、開けたらすぐ出ちゃいますのでね、今回はミュージックなしですね。ではちょっとこれを開けたいと思います。はい、これがね、ポラリエ U の強化パーツになります。これをね、ポラリエ U にガチャーンってつけるわけですね。それでは広角カメラを撮って詳細を見てみましょう。まずね、こっち側がポラリエ U に取り付ける側ですが、非常にね、工作精度が高いですね。これ見るだけでわかりますが、とてもすごい技術を持った方が作られてるんだなと思います。で、これはね、当然ながら外れると思いますが、ここの2つのスクリューを緩めて、2つだけでは緩まないかな。ここもいるのかな。ちょっとね、スクリューをね、緩めてもね、取れないなと思ったので、どうしたらいいかなと思ったらね、ここのね、ネジをね、ポンとね、押したらね、出てきました。はい、それではね、まずね、これを取り外します。ちょっとね、グリスがついているのでね、置き場所には注意してください。で、これをどっち向きに置いたらいいのかな。これはやっぱ上向きに置きましょう。だいぶね、手にグリスがつきましたが、ではちょっと拡大しますよ。これでだいぶ見やすくなったかな。それではその次、このパーツをね、開けます。なんかね、細かいパーツがあるのでちょっと気をつけてくださいね、置き場所には。これはね、ベアリングと呼ばれるパーツですね。ここにね、小さな円柱がね、びっしりと詰まってます。ローラーみたいな感じでね、くるくるくるって動くわけですね。金属パーツなんでね、あんまり素手でベッタベッタ触っちゃいけないと思います。ちょっと端っこをね、このようにつまんで、これをね、置こうと思ったんですけどね、ちょっと待ってください。ワッシャーをね、先にはめます。ワッシャーがね、2枚あることにね、気づきました。つまりワッシャーが2枚あるっていうことは、1枚は下に置いて、もう1枚は上ですね。この順番ではめていくと思います。はい、こんな形ですね。これで準備 OK じゃないですか。はい、その次にね、このヘッド部分をまた再装着させます。はまりました。で、はめたら、軽くちょっと締めておいて、その次はね、ここにね、またベアリングをね、装着させるみたいです。ベアリング、小さいベアリングがついてます。こんな感じの。この小さいベアリングをここに置いて、で、今、ベアリングがはまった状態で、またね、今度はワッシャーをここにパチャンとはめるみたいです。とりあえずね、これが準備の段階ですね。その次はね、ポラリエにもね、ちょっと準備がいるみたいです。じゃあこれを外しましょう。まずポラリエのね、この、なんて言うんでしょう。これを外します。そうするとですね、ここに3つのスクリューがあるので、これをね、まず付属のレンチで外すみたいですが、うわ、買った。すげえ買って。レンチが折れそうですね。それぐらい硬い。おお、思わず声が出ちゃいますね。3本目いきますよ。せーの。ね、声出るでしょ。で、このネジをね、くるくるくるっと緩めて全部外しちゃいます。外しちゃいました。で、そうしたらね、このポラリエの雲台のベースの方をはめるみたいですね。はめるときもね、さっきみたいにね、きつく締めた方が絶対いいですよね。ういっしょ。おっさんみたいな声が出ます。ういっしょ。ういっしょ。はい、これでね、カッチカッチですね。あとね、ワッシャーがないじゃんってね、思われた方、ここにね、ワッシャーがくっついちゃってますので、このままはめたいと思います。よっと。大丈夫。で、中央のね、ボルトを締め込むって書いてありますので、締め込むっていう意味は、やっぱり強く締めるって意味でしょうね。一思いにギュッギュッと締めました。そしてね、多少緩めて、あとはね、
このようにくるくる回すだけみたいです。なんかね、慣れてくるまで多少こうやって動かしてた方がいいみたいですね。グリスが馴染んでくるらしいです、そのうち。初めはね、ちょっとこのようにゴリゴリ感があると書いてありましたが、これはね、異常ではないということですので、早くね、馴染むといいですね。でね、この強化パーツを取り付けるときにね、取り去ってしまったこのポラリエ U 本体についていたこのパーツ類は、やっぱりね、これなくさないように保管しておきましょう。やっぱりね、純正パーツはね、保管しておくべきだとは思います。いや、本当にね、世の中にね、素晴らしい方がいらっしゃるもんですね。こんなね、工作精度の高いものを多分ね、お一人で作られてるんだと思うんですけれど、すごいです。もうなんか完璧ですね。これですごい重たいものをね、乗せられる気がしてきました。ということでね、これから実際ね、私が持っている強化パーツをここにどんどんつけていきたいと思います。まずはじめにね、ここにね、バランスウェイト棒をつけたいんですけれど、このね、ネジ穴一体いくつかなと思うんですが、多分ね、これ、ピッチ見る限りね、カメラネジですね。カメラネジタイプのね、ウェイト棒をつける必要があります。ってことは、私ね、今ねこんなところに使っちゃってるんですよね。カメラ三脚をね、しっかりさせようということでね、ちょっと重いものを、これはちょっと今取っちゃいましょう。またここにね、ストーンバッグとかを見つけたらね、安いものがあれば、ここにつけてやろうかなと思います。こっち側にパノラマ雲台がつきました。あとはね、私がね、よく言ってると思うんですけれど、これがね、突然ね、くるんってね、いっちゃうリスクがあるんですね。そのリスクを防ぐために、ユーテビットさんのね、ここにね、ネジ穴がついてるので、ここにね、ネジをかませて、くるんっていってもね、外れないようにしたいと思います。それでは、いざ搭載してみたいと思います。こういうね、天文機材ってね、こうやってね、ガチャ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 やってる時がね、楽しいですよね。こっちにつまみがあった方がいいかなとかね。そしてね、ビクセンのフォトガイダー用のシャフトですので、当然ながらビクセンのバランスウェイトが取り付けられます。とりあえずね、今あるシステムでね、組み上げました望遠鏡、カメラ、赤道儀、ウェイト、微動雲台っていう感じですね。もうね、小型の赤道儀みたいになっちゃいましたね。でね、このようなシステムを可能にしたのが今回ね、紹介させていただいたこのね、正確な商品名ね、言ってませんですよね、私。ポラリエ U 雲台ベース PCBU-EQ らしいです。ほらもうね、動きもね、だいぶ滑らかになってきました。もうスーッと動く感じです。これはね、頼もしいですね。実際ね、この状態でもね、簡単な観測ができるような気がしますね。とはいうものの、やっぱりね、ガイド撮影システムとしてね、作りたいわけですので、これからね、オートガイダーとガイド鏡、あと、必要であればね、極軸望遠鏡、そういったものをね、つけていきたいなと思っています。とは言ってもね、気長に作っていく予定なので、今日はなんかいろいろポチポチするわけではないとは思いますが、今後もね、いろいろ機材を強化しようと思ってますので、機材を強化するために、またビデオで報告させていただこうかなとは思っております。とりあえず今日はね、こんなところでしょうか。ご視聴ありがとうございました。